おはようございます。画家の小木曽です。今回は第2回仏講評会ということで、進めてまいりたいと思います。この仏講評会というのは、鬼講評を、非常に盛り上げてくださったという方に、ですね、何かを差し上げようという企画でございます。第39回から101回ぐらいの間ですかね、の作品の中からちょっと選んでいきたいなと思います。でですね、非常に選考が難航いたしましたというか、枚数がめちゃくちゃあったので、メールをだいたい見返していったんですけども、非常にたくさんありすぎて、困ったというのが実情でございます。すみません。私のアトリエ研究室は3階ですので、ちょっと階段を上がるだけで汗が出てまいります。それでですね、今回ですね6名選ばせていただきました。6名です。前回第1回をまたよかったらご覧ください。その時は2名、でございましたけども、もう今回はもう大盤振る舞いと言いましょうか、芸の安売りだというクレームも来そうですが、知ったこっちゃございませんというか、6名でですね、こちらの6枚を差し上げようと思います。で6位の方から徐々に6位、5位、4位、3位、2位、1位というふうに、言うていきますので、1位の方、2位の方、3位の方、4位の方、5位の方までは第1希望丸1の油絵ですと、第2希望丸4の何々ですとかというのを、書いて、メールでお送りいただければと思います。こちらの方なんですけども、コミュニティ欄の方にも載せておきますので、1から6をメールで可能な限り今週中に、19日から26日ぐらいですかね、平日で結構ですので、いつでも結構ですので、この6名の方で、6位の方は申し訳ございませんが、住所電話番号まで悪用いたしませんので、レターパックに入るサイズでレターパックに皆様の電話番号が必要となりますので、もう一度言いますけども、お名前、ご住所、電話番号まで、書いて、メールをください。1位から5位の方は第1希望から第何希望まで書いてください。よろしくお願いいたします。で、第1希望の作品がいくとは限りませんが、そのあたり皆様よろしくお願いいたします。それでは早速ちょっと行きたいと思うんですけども、やはりですね、今回もですね、海外の方々が非常に盛り上げてくれたなというのもありまして、海外の方っていうのはすごくなんかやっぱりいろんなものを見ているのか、環境がやっぱり全然違うせいか、この鬼講評に関しては、この作品なんか例えばそうですね、クアラルンプール絵画教室3500人ということで、すごい教室でこの3500人がジョークですよ、送ってくるのかと思うとゾッとしていますが、ジョークですよ。非常に面白い作品がたくさんありました。色彩も豊かで、多分見ている世界とかがちょっと違うんだろうなっていうのを感じざるを得ないというか、でその絵画の幅というのをですね、すごく広げてくださった。でその、ボスとされる人がこの人っぽいですけども、非常にこのなんていうんですか、シャツの派手さ、オレンジ色のこのズボンを履ける人っていうのはね、日本で下田景樹さんぐらいですけども、すごく豊かに、してくれました。でなんかこういうのもいいんだ、ああいうのもいいんだっていうのを指し示していきたい YouTube チャンネルなんですね。私はこう書きなさいじゃなくて、こんなものもありますよ、こんなもの、それを実際私が作画をして提案できていければなと思っているチャンネルなんです。でやっぱり日本人ってどうしてもこうじゃなきゃダメ、こうじゃなきゃダメっていう考えがどうも刷り込まれているというか、そういうふうに定義づけられているというかですね、こういった作品ですね。でもやっぱりすごく美術とか絵画とか芸術とかってすごい自由なんですね。で、その自由というのをやっぱり自分に本当に合うものっていうのを探していく旅でもあります。それはモチーフもそうですけども、画材もそうですし、画題もそうですし、そういうのを探していく。それはもうずっと一生かけて自分がその人生を経験してきたことが反映してくることもあれば、住んでいるところかもしれませんし、今までのことかもしれません、見てきたことかもしれません、そしてそれを社会にアピールしていくようなことかもしれません。こういった作品ですね。
そういったことを指し示してくれたっていうのは、例えばクアラルンプール絵画教室の皆様ですね。こう例えば非常に私作品を送りたいんですけども、郵送の仕方がようわからないので本当申し訳ございません。ちょっとご容赦いただければと思います。あとはこの方なんかはですね、わかります？この方どんな作品をその後描いていくかわかりますかね？この方ベナンの方で、本当いろんなご意見等をいただけたりとかしながら、結構電波環境が悪いのでメールをいつも本人は送るのをヒヤヒヤしているっぽいんですけども、なんとか届いていたりします。やっぱりすごくグローバリゼーションと言いながら、やっぱり日本人ってどうしても島国的なところがありますけども、ベナンってどこって調べるようなね、初めの頃こんな作品だったりしましたけども、きっかけに、なっているんじゃないかなと思います。こういうのとかですね、ちょっと新しいことにチャレンジしてお師匠さんにあたる人の写真の肖像画ですなんていうこと書いてありました。こういったものとかね、分かってきました。この方はこういう風につながってくるんだなっていうのが見えるじゃないですか。でなんとなく僕が YouTube の中でお題を出して、お題に対してまた反応してという感じでね、最新作、この非常に素晴らしい作品でちょっとね郵送することが困難ですので申し訳ございませんが、ちょっとここで紹介させて、いただきました。あとは僕にとってはヨーロッパのそのロックダウンの状況とかっていうのは、もう日本はやっぱりそこまで厳しいあれがなかったので、この方ね、いつもありがとう。この方もずっと初めからね流してあげてもよかったんですが、どっかで流した気がするのでやめておきますが、カフェを経営して、いらっしゃるということで、ぜひですね日本の方で、行かれたらどこか探して、見つけ出して行かれてみてはどうでしょうかということで、すごく面白かったです。あとはアメリカの方とかもね、素晴らしいですね。この方、この作品なんかは覚えてるという感じかもしれませんが、その後この絵を描いてる人なんですよ。この絵もなんか覚えてるでしょ。でそういうのってすごくやっぱり徐々に絵も変わっていって進歩していって、自分の身近なところ、初めはその遠く離れている日本のお孫さんであるとかを描いていたり、でも自分の身近なところとかを探して、見つけ出そうということでこういった作品とかを描いてどんどん広げていかれているのは、モチーフなんか本当に逆に日本には全くこういう状況がないというか、サボテンなんかこんなね日常の中にポインとあるということはないので、私も見ていてワクワクしました。こういう YouTube やりながら本当に8割9割以上かな、9割5分ぐらいは楽しいんですけども、やっぱり中にはですね、こうしろあしろっていう意見を言ってくる人がいるんですけどね、やっぱり海外の方の方がそういうのはまずないですね。で日本の方の方が若干あったりして、イライラした回が何度かあったことをお許しください。人間が出てしまいますね。6時間も喋っていてずっとニコニコってなかなか難しいですね。あとは海外のこの方はね、会ってみたいね。この子は小学5年生ということで、ね、作品をあげたいなというぐらいの気持ちでいるんですけどもね、申し訳ないですけど、もしちょっと先ほど紹介したやつじゃなくてもよければ、日本の誰か経由で親戚とか何か経由の住所とか教えてもらったら、何か差し上げれるものがあったらお送りしますので、メールをいただけたらと思います。本当に僕はそんな正しいこと言ってるなんて全然思ってもいないんですけども、本当に少子化っていうものにどんどん日本という国は進んでいっていて、で少子化によって起こる現象の一つに競争力の低下っていうのがあるんですよ。でそれは例えば大学受験とかっていうのも、やっぱり人口が私たちの時って200万人ぐらいいたのが、今120万人弱ぐらいの感じ、18歳人口ですね。だから60万人ぐらい、すいません変な話してますけど、減っていって、そうなってくるとどんどん競争力が弱くなってきて、一番の弊害はなんていうか、競争もそうなんですけども、そこで施される教育というのがものすごく平等化、均質化してきているんですね、私からすると。で、均質化してくるっていうのは、例えば学校現場っていうのはもうどうしても親御さんとかが大事に一人っ子を育てて大事に、僕のチビなんかも何になってもらっても結構と思っているので、本当にしょっちゅうなんか転んだり川に突っ込んでったりとかして、もう本当死なん程度にこっちはなんとかしてますけど、うまく教育がいかないなんていうことは考えずに、好きなようにやらそうとは思っているんですけども、
どっちかというと大事に育てられている子どもが非常に増えていっているのは実際です。でそれは僕もやっぱり15年大学の先生をしていて、それ以外も教育現場と呼ばれるところに予備校の先生であるとか携わってきた中で過保護に育ててあるあまりに、学校現場で何かちょっとした摩擦が起きたりするとすぐ学校の方に親御さんが何か言ってっていうことが起こったりするんですね。でこれを改善する方法っていうのは何かっていうと、僕やっぱりその学生によく言ってるんですけど、社会っていうのは例えば22歳で就職をするとしたら60歳の人と一緒に働くんですよっていうことをよく言ってます。同い年同士だとコミュニケーション取れるんですけども、ちょっと年上とかになってくるとコミュニケーションが苦手ですという子が増えてきていて、やめましょう長くなってきた。なるべく載せたかった素晴らしい作品です。だから小学生から80確か4歳か5歳か7歳ぐらいまで確かこの YouTube のに好評には出しています。すみません。この作品もそうですね、同じ子ですね、小学校5年生ということですごく勇気をもらいました。他の人たちと並んでも遜色なく見れるというのがやっぱり絵画の面白さだったり、するかと思います。あとはすごくお上手な方もね、プロの方かなっていう教室を開かれてるという方も出してくださったりね、もうこれぐらいになってくるとやっぱり教室を開かれるレベルだなと思います。この辺りの方には申し訳ないです。作品をあげる気はありません。あとはこれも素敵でしたね。チェスキ・クルムロフっていうところですけども、私も実際行きました。本当に丁寧に描いた作品で、本当にこの時期行ったら大変だったでしょうね、寒かったでしょうねっていう感じがします。私もチェコに行った時11月の頭ぐらいやったんですけども、それでももうすごく寒くなりましたもんね。だから多分チェコの冬とかはものすごく寒いんだろうなと。でも丁寧に描かれたいい作品だなと思いました。こちらの作品なんかもいいですね。非常に友人に捧げるというかご家族に捧げるという作品で、いい作品だなと思いました。この方も本当にちょっと頑張ればプロになっていけるんじゃないかなというふうに、この方もそうですね。今の方同じ方かな、ちょっと違うかな、ちょっと違いますね。この方もすごい僕は素敵だなと思いましたよ。よくコメントというかメールとかでもっと厳しくやってください、全部をもっと厳しくするべきだ。確かに鬼好評と名乗っている以上はそれが正しいのかもしれないんですけども、美術僕なんか長いことやってきて、悪いところを覆い尽くすぐらいいいところが伸びた方が絶対にいいんです、本当に。で、本当に全部をなだらかに角を取っていってしまうと本当につまらないものになっていくんですね。でどちらかというと厳しい言葉を言っていくっていうのはその角を取っていく作業に近いんですよ。でもそうじゃなくて、何かパンと飛び出ているものが、それは違和感として初めあっても、それがダーッと抜けていくと個性になるんですよ。でどっちかというとそっちの方がよくてというか、これからの社会とか世の中でそうなっていくべきだと思うし、そうなるはずなんですね。で海外の教育ってそういう感じらしいですよ。アメリカなんかはやっぱりもう変わって変で当然、違って当然っていうのが教育の中でどんどんされていくんですけども、日本の教育っていうのはもうとにかく尖ってるところを削っていきましょうっていう教育なんですね。だから、この方々っていうのはもっともっとこの辺を伸ばしていったらっていうことを多分動画の中でも言っていると思います。これも面白いですね。本当にこの方は確かこの作品もそうかな、本当岩描くのすごくお上手ですよ。この作品に関してはちょっと羊のショーン的な感じがあるんですけども、でも着眼点とか絵の具の使い方、絵肌なんていうのはすごく面白かったりするんで、ググっとを掴んでいくとすごく面白く変わっていくような雰囲気がある作品だなと思って見ていました。だからすごく本当のプロっていうのはもうどこか局部を見てもその人の絵だって分かるぐらいになってきたらすごい強いんですよ。もう本当にここの部分だけでもその人の個性だったり、その人の手であったり色であったりっていうのになってきたら、それがすごく一番強くってそれを感じさせてくれる。でこれも一緒の方ですね。だからその辺が
できる可能性を十二分に感じさせる人だなと思いました。最近のだったらこれ僕すごい好きだったんですよ。岸田流星的な手ちっちゃいですねみたいなことを確か言うてるんですけど、この背景のビビッドな青なんていうのはなかなかこれできないですし、すごくこう細かい部分の描写というのがすごいこう的確で、確かにそうこの人はこの絵を描いてるんですね。で、そうかこの人はそういうこうボタニカル系の細密系の絵とかを描かせたらすごくこう強くなっていくだろうなっていうのを感じさせてくれて、こちらの作品とかの部分で見ていくと、そういうところをキラキラ輝くところがあって、若干もちろんこう悪いとこ肩口の輪郭線みたいな強すぎますよと言ったんですけど、逆に平面的に描くんやったら描き切ってしまったらそれはそれでまた一つの個性になるんですよ。だから美術って難しいというか面白いというかですね、それがわからない人っていうのはなんか厳しく言ってくれとかなんかとかって言うんですけど、大体そういう人の絵ってね面白くないんですよ、はっきり言うと。で結構今週分ぐらいはカットしたんですけど、面白くないというか、もうなだらかに削りまくってしまってて、ただなんか絵の具がゴテゴテ乗せてあるなって、愛情こもってないなとか、一部でも面白かったら多分僕は評価するとは思うんですけども、意外とそうじゃないんですよ。っていうのが面白いなと思いながら見ています。何かこう自分のことだけを考えている、いろんな人のを見ながら自分で想像できて、自分の絵が来た時にじゃあ他の人と比較してみた時に自分がこういうところがいいからこういうところを伸ばそうという見方ができていないんですよ。結局自分が良ければっていう感じになってるんですね。なんかぐちぐち始まりました。はい、こちらの作品も面白かった。まだ6位まで行ってないんですよ。この人は絵の具の使い方とかになんかこう工夫を凝らしながらですね、そういうの面白いなと思いました。だからそういうところから新しいこう環境がなかなかこう画材揃いませんとか、もう一人アフリカの方おられたんですけど、その環境の中で、試行錯誤するとかやってみるっていうのは面白かったりするかもしれません。逆にワクワクするというか、もうそれは僕なんか例えば佐賀に東京から15年前に引っ越した時にいろんな人に言われました。もう都落ち的な言葉を言われました。僕はその言葉を残念なことに忘れません。じゃあその佐賀に住んでいる人たちに対してどういう思いで東京が全てやみたいな感じで言われたんですけど、よし分かったじゃあやってやろうじゃねえかっていうタイプの人間で、その時にちょうど Amazon さんとかが少しこうあれ栄え出してというか通信販売みたいなので買えるみたいになりだしたぐらいだったんですよね。それでももうその環境に行ったら行ったでギャフンと言わしてやろうっていうふうに思ってしまうタイプというか、それが思えたら案外面白かったりするというかですね。で今もすごくこうひたすら佐川平でも本当に自転車でどこまでも行けるようなとこなんですけども、こういうコロナとかになっても人があんまりいないのでとか逆にこういう時はいいんやなって思ったりもしました。すみません、雑談が。でこれも綺麗ですね。この方も僕すごい作品いいなと思いましたよ。なんか可能性を感じさせる、素敵な構図とかを描けるなっていう感じがしました。この絵も良かったですね。これも素敵ですね。すごい綺麗で丁寧でいい作品だと思いますので、ちょこっとだけこうなんか自分の着眼点とか目線とかを持ってみたらガラッともっと良くなるんじゃないかなっていう気を感じさせてくれました。なんかこう動画の中でいろんなことを言っていて、その中でも例えば構図をもう8対2の構図やってみましたとかっていうと、やっぱりここの画面でものすごい映えるの分かりますかね。そういうのをチャレンジしてくれるだけでもすごくありがたいですし、本当にこう100回もやってたら、私自身も若干飽きていた部分ももちろんあるんですけども、皆さんね見返してみたらいいと思います。本当にみんな成長していってるんですよ。でそういうのがすごく見受けられますし、逆にこういうのデッサン覚えてらっしゃる方も覚えてるって方もいるかもしれないですけども、私この人がまさかこの人と同じ人と思わなかったんですよ。こう新しい自分でチャレンジをして抽象的な目ん玉描いて気持ち悪くなりましたみたいなこと言ってましたけども、新しいチャレンジすることによってこんな自分の新しい面を見つけ出すなんていうことができたっていうことを書いてらっしゃったような気もしますけども、やっぱそういうのってすごい大事じゃないですか。毎日生きている上において淡々と
どんな感じなんですかね、わからないですけども、毎日が日曜日的な人っているんですか？いえ、すみません、失礼なこと言いましたけど、でも芸術とか美術に携わってるとそういう感覚って、もちろん曜日感覚なくなるんでしょうね。結構高齢の方で変な日に送ってくる人いますけども、でもそうじゃなく日常が豊かになってくるという感覚、それはものづくりにおいても見るっていうことにおいても感じるということにおいても、四季をなんか感じるだけでも全然違ってくるかもしれませんしね。こういう作品、レモンの作品、こういう風に変わってきて、その間にもあったんですけども、ちょっと飛ばさせていただきましたという感じで、ですね、非常に僕の中で候補として惜しかった作品をちょっと、この方すみません、やっぱね、この方うまいんですよね。で、この方はもうだいぶ前から出してくださっていて、で今回すっごくもう悩んでたんですよ。もう本当に申し訳ないです。でこの作品とかね、申し訳ない、めっちゃ悩んだんですけども、今後になんかあればいいかなという感じで、非常に本当にお上手で楽しみです。もっともっと良くなる気配を持っている作家さんっていうか、作家さん十分になれるかなと思ってますので、楽しみにしてます。それでは第、6位の方を発表したいと思います。すみません、6位の方は希望作品じゃなくて残った作品になってしまいますけども、お送りさせていただきます。この作品の方です。タイです。さあ皆さん、この作品覚えてますかね？どうですか？この作品、じゃあ次はこの作品です。同じ人ですよ。どうですか？この作品どうですか？この作品なんとなく分かってきました？まだ分かってないでしょう。この作品です。そうですね。とある、電気会社の人と私が大好きなチームの名誉会長的な人の下の名前がくっついた名前の方なんですけど、どうですか？タイからずっと。そして、最近送ってきたのはこれね。この流れどうですか？これ約4ヶ月ぐらいかなで成長していってる過程、プロセスを感じ取れませんか？僕はそれをすごい感じたんで、今回選ばせていただきました。確か80歳だったと思います。成長するんですね。すごいですね。ちょっと驚きませんか？80で、僕なんか本当にもう80の時はもうパチンコやって、釣り行ってぐらいの生活しようかなと思ってたジョークですけども、まだまだ自分ももしかしてその頃に成長できる可能性があるんじゃないかということを感じさせてもらいました。ありがとうございました。何が届くか分かりませんが、もうメールで、お名前は分かってますけど、住所、郵便番号、住所、電話番号を書いてですね、希望はすみません、何かになるか分かりませんがお送りさせていただきたいと思います。本当に、いつもありがとうございます。また無理ない範囲で送ってきていただければと思いますので、楽しみにしております。そしてこの鬼好評をまた盛り上げてくださったのは、この絵を描いた方は分かりますか？この絵を描いた方分かりますかね？皆さんね、この絵を描いた方全部一緒かどうかちょっとわからないですけど、グループで送ってきてくださっているんですね。で、1人がだいたいメールで送ってきてくれて、1、2、3、4ぐらいまで言いますか、5ぐらいまで、要は女子会的なのをやってるっぽくて、18歳、19歳ぐらいのがキャッキャキャッキャ、関西でキャッキャキャッキャ、動物の柄の服を着てですね、ヒョウとかですね、ライオンとかの服を着てキャッキャキャッキャやってる会があるっぽいんですよ。西の方にお好み焼きとかたこ焼きが美味しいようなところあたりですよね、確かね。僕のニックキー縦島のチームがあるところです。私が小学生の時に、ライトスタンドにうっかり、行ってしまったら、周りに縦島の、ユニフォームを着たファンの人たちがライトにいた奈良県出身の駒田という選手をうまーとかって言うて悪口を散々言っていたのを小学校2年生か3年生の時に見てしまって、小学校の教育現場では人の悪口言ったらあかんですよってものすごい教わっていたのに、このライトスタンドでは非常にその駒田選手というのを2000本打ったような名選手ですよ。それをもうすごいヤジを飛ばしまくっていて、私はそのチームよりもファンが嫌いになってしまったというトラウマが、何の話をしているんでしょうか。で、この作品とかもう分かりましたね。宝塚の乙女会の皆様、いつも本当にありがとうございます。特に僕はこの作品素晴らしいなと思いました。
面白い着眼点と本当にちょっとしたものを見つけて絵にしていく好奇心、おいくつの方かは知りません。乙女とだけ書いてあるので多分18歳19歳と僕は信じていますが、ぜひですね、今後もまた楽しくまた送ってください。僕は本当にさらっと流す程度にしか公表しませんが、こうやってもう並べて見ていくとやっぱりこの人のこう面白さとか良さとかなんか美術を通するコミュニケーションのあり方みたいなのを感じさせてくれるなと思いました。この方は一応第1希望から第6希望まで一応書いてください。でグループ何人おられますかね。それちょっと教えてもらえると、何か30枚ぐらいなんか書いた回があるんですけど、何かその辺ポイントそれも一緒に入れておきますのでよかったらですね、お名前とあれを書いて、電話番号と住所を書いてメールをいただければと思います。オレオレ詐欺的にはもちろん使いませんので安心してください。レターパック350円に電話番号が必要でございます。そしてちょっとこの方分かりますか。第654位というふうにさせていただきましょうか。この方の分かりますか皆さん。この方は結構これも前の方に送っていたとは思うんですが、ちょっと私もいつ送ってくださったか、この方ね、成長があるじゃないですか。お孫さんを描いているのかっていう感じだったですかね。これはなかなか面白いなと思って見ていました。そしてこの絵ね、要はこの鬼講評に関しては初めから上手な人に関してもたくさんおられます。それはそれで結構ですし、それで何か新しいことをしていってとかっていうのも結構ですけども、やっぱりこの何ヶ月間かだけでもこれだけ成長していっていることがやっぱり面白いじゃないですか。で確かに YouTube とか他のいろんなものとかでも成長が見れるってなかなかないですよね。テレビ番組とかでもそうか、なんとかなんかこうジャッジを結果発表的な感じの私の好きな漫才師の方がやってるなんとかバトンみたいな番組では多少そういうのあるのかもしれないですけど、確かにそうか、そういうのって皆さんにとって面白いかもしれませんよね。だから学生さんなんかでも僕はなんとなく成長していくっていうのは見ていて面白かったりするから、こういう教育現場に長いこといるんやなと思うんですけども、この方なんか本当にお孫さんへの愛プラス絵画芸術というのをこう、ね、造形的にこう作っていこうとするこう姿勢みたいなのにすごくこう感銘を受けました。ありがとうございましたそしてどちらを第3位にするかは悩んでいい。こっちにしましょうすみません。第3位の方、この方わかりますかね。この方ですね、実はこの方に関しては作品自体は2枚なんですね。もう1枚こちらで最近送られてきたんですけども、この方をなぜ選んだかというと、昔ねどこかわからないですけどコメント大賞っていうのやってるんですよ。まだ少ない1000人いくかいかんかぐらいの時にもうやっててもものすごくなんか誰に向かって何やってるかわからないっていう、本当に多分、6月か7月か8月か覚えてないですけども、いつやったか覚えてないです。でもライブ配信の中でやった記憶もあるからな。でそのコメント大賞というのをやってたんですけども、この方実は本当に多分登録者が100人とかそのレベルぐらいの時からずっと見てくれてるし、あとライブ配信なんかでもコメントくれたりとかしていて、大変失礼ですけど年齢を言わせていただくと女性の方なんですけども、24歳、足す10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 ぐらいなんですよ。はいって感じですよね。10が6回プラス、24歳ね、最近お誕生日だったということで、なんかこう長いこと介護とかをされているというのを書いてあったりとかして、でそれでもなんかこうライブ配信とかの時もコメントくれたりとかしてですね、もうなんかねこういうのって本当にもうコロナが始まって、オンライン授業、大学の授業とかやっててもこう本当にこうどこと喋ってんやっていう感覚があったんですが、なんか本当に年齢これですって言ってわーって僕初めて驚いた方で、作品もなんかブログかなんかを見させていただいたりしたんですけども、
今回、2度ばかり送ってきてくださって、もうトータルで本当に私を励ましてくださったということで、誕生日プレゼントを送らせていただければと思いますので、第1第2第3希望ぐらいまで書いたらどれかが来ると、第4第5ぐらいまで書いてもらって助かりますので、お名前は分かってますので、お名前と郵便番号、住所はだいたい寒い国あたりっていうのも分かってます。電話番号をメールで、第5希望まで書いて送っていただければと思います。またこれからもまた時間見つけて、ぜひ作品を送ってくれたらなと思ってます。楽しみに待っております。そして第2位です。こちらの作品です。これは誰の作品だこれは誰の作品だこちらですね。これでわかるんじゃないですか。そうですね。こちらは親子で参戦してくださっていたこの方ね、すごく面白いですよね。親子で一緒になって送って書いて、そしてまた動画を見ながら、これなんかは本当に何気ないものを書いてみてっていうのとかをやってくださってですね、もうそういう風にリアクションがあるっていうことはすごく私にとってもありがたかったですし、最後の最後にね、本当にこれやられたら私もなんか返さんといかんなっていう感じの最後がありましたね。これね本当にありがとうございました。もう盛り上げてくださっている親子だなと思いますし、いろんな形で、親子さんとかも参加していただいたり、グループで参加していただいたりとかでも結構ですし、ありがとうございましたということも含めて、一応第5希望まで書いてください。第2希望ぐらいまでのものが届くとは思います。必ずね、楽しみにしておいてください。お名前と郵便番号、住所、お電話番号をよろしくお願いいたします。頑張ってくださいね。楽しんで絵を描いてください。すごいですね、お嬢ちゃん。本当にこんなんね、これなんかミュシャの本当に学校のなんか文化祭のポスターとかね、おじさんはいらんけどパッと描けそうですよね。手書きもできる、 iPad もできる、もう何でもできる、すごいお嬢さんですね。お父さんもすごいですしね。そして、第1位の作品はですね、やはり皆さん予想している通りじゃないですか。こちらでしょうね。この方でしょう。もう本当にもう何も言うことないということで、素晴らしいの一言でございます。ちょっと私も久しぶりに本当こういうのを見て感動したなっていうぐらいのレベルのものでした。私もなかなか美術館とか東京とか行けなかったりするんで、皆さんの絵を楽しみながらなんか美術館に行ってるような気分を味わわせてもらってました。特にこの作品に関してはもうずしーんときましたね。久しぶりの感覚というかですね、人生においてそういう感覚って幾度かあるんじゃないですか。例えば若い頃にフェルメール見た時にうわーって思いましたもんね。でそういった感覚に近いぐらいの驚きがありました。あとはこちらですね。力があるこの方は。この方も年齢言うと失礼なので23歳プラス 6×10 ですね、が足されたという数字のね、こんなことができるんや。今の作品かどうかわからないですけども、本当にすごく色使いも綺麗ですし、形もいいですし、才能が本当にあるという言葉って僕美術においてあんまり好きじゃないんですよ。なんでかというと、私が才能があんまなかったからなんですよ。だからなんとか努力で相当カバーしてきたタイプというか、もうそこは考えて作戦を練って、例えば浪人時代に、なぜこの人たちは太郎するんだろうという分析をしてみたりとか、そんなことばっかりやってきた人なんですけども、もうこの人に関してはもう才能があるという感じで、もう迷わずにコツコツやられてみてください。全てにおいてハイレベルでプラスアルファいいものを描けるという力を持ってらっしゃる。これなんかも送ってくる前に上の方切りましたとかって書いてあったんで、分かってるわこの人って思いました。だからなんか続けていって10枚15枚できたら、ぜひどこかで個展とか開かれたら俺完売するんちゃうかなと。1枚10万円ぐらいでも完売するんちゃうかな、15万ぐらいでも完売するんちゃうかなぐらいに本当思ってます。水彩やったらそのぐらいかもしれませんけども、ぐらいの作家さんになるような気がしますので、もし可能ならば周りにおられる人ぜひ応援してあげることと、写真をある程度ちゃんと撮ってあげといた方がいいと思いますよ。
そうすると、ね、売れた後とかにもちゃんと写真だけでも残りますので、ぜひ、応援してあげてください。もう一度最後にですね、この6枚、のどれかコミュニティ欄の方にも載せておきますので、皆様そちらから選んで、第1希望から第5位までの方は、第6位のすみません方はもうお名前、住所、電話番号だけでいいです。方はそれ書いて送ってください。で、もう1名スペインのね、女の子ももし日本の方にどこかに届けれる先があるようだったらばその住所とか送ってもらったら何か素敵なものを差し上げ、何がいいか、人物がいいとか風景がいいとか一応書いてください。あれば何かお届けしますので、小さいものですけどもね、お届けしようと思います。で、鬼好評も今後も続けていこうと思いますけども、本当極力は載せようと思いますので、荒れた作品に関してと、あと動画制作に対するクレーム書いてあったりするとやっぱり僕もイラッとしますので、多分そういうのは載せないと思いますが、丁寧に、作って、送ってきてください。ダイナミックな作品は結構です。雑な作品というのは多分排除されていく可能性が高くなっていくと思いますので、仏好評次第150回ぐらいかななんて思っていながらも、突然115回ぐらいでやるかもしれませんし、僕のすごく気まぐれな人間だということを分かっている人もおられると思いますので、ぜひ、ご応募、いい作品を応募してください。こちらのタイトルのところをクリックするとこちらの方に行って、この動画をしっかり見て、初めての方も遠慮なく送ってください。ということで、第2回仏好評会でした。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。